中西忠さん、当時18歳。8月6日の朝、職場に向かおうと廿日市駅のホームで列車を待っていた時、原爆の炸裂を目撃しました。陸橋を渡って向こうの上りホームに渡ってね、そしてそこのところで立ってたんですよ。そしたら B24 の音がした。ビーンとね、B24 例の飛行機よB24 の音がしたかなと思ったらピッカー、それが原爆よね。そして広島の方面を見たらね、もう鯉の上の方、観音町の上の方やね、一番よう見えるところ、こう斜めにね、そのところにもう二段になった火の玉がね、こんな一段と二段になった火の玉が真っ黒い煙の中に真っ赤な炎のけらんが二段になってぐる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 回る。それが原爆の投下の炸裂した時よね。そして見よったらみるみるうちにね、真っ白い輪がぐん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 こう輪が広がってくるのね。それが爆風よね。すぐピンときた。タバコをふかして輪を作ることがあるでしょう。ポーッと振ったらその輪がだんだん広がるでしょう。それと同じ大きな輪がね、こう廿日市駅の向こうの、ホームから見るんだから目の前に見えるよ、ちょうど。それでぐん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 広がってくる。あら、まあ大方来るな、だけど爆風が来るな、でもまだちょっと早いなと思った途端にバカーンと来たね。それで思わず向こうの立教の柱に座りとって伏せたけどね、まあそれが原爆の姿を見て、それからがもく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 こうずっと続いて火になったよね。火災になったんだけども、まあ火災は見えなかったよね。廿日市の駅の向こうからは。廿日市駅から隣の五日市へ電話をかけても全然通じない。それから隣が日本通運さんというのがあるでしょ。各駅のどこにでも通運さん、日通さんがあるよね。それが恋の支店だから電話かけたんだから、それも何にも通じんからね、これは行ってみないかんと。通信途絶という言葉がその時初めて頭へピンときたんだけども、それでその時に応援に、ここは廿日市は恋支店の営業所だから、本店がそんなに支店がやられたんだから応援に行くでしょう。日通さんの他の人がね、トラックでそれ便乗して行ったんだからね。だからさあ時間的にはあまり経っとらんかったけどね、途中で井の口で初めて市内で被爆したこう皮膚が下に垂れて服が半分降りた女の人がと私らが行くトラックと行き違ったのが井の口の駅のちょっと先だった。それが第一人目。被爆者がこっち歩いて帰るのを見たのがね。そりゃ起きるわね。こっからもうみなだらともあれはないんだから、川が下へぶら下がっとるんだから、人間の皮膚が。恋の駅の前で降りてトラックを、まあトラックも恋までしか行かないんだけど、それから恋の旧道へ電車の線路のところを渡ってね、その時に真っ黒い雨が降って河原が黒く濡れとるよね。それを踏みながら、それで恋の駅の方へ行ったら、恋の駅は全部線路側にバッサリ倒れた、潰れとったの。それでその屋根の上を、濡れた屋根の上を通りながらね、線路のあそこに横川方面に行く上りの橋、ホームの橋に向かって降りていったの。そして線路伝いにずっと横川を通って広島へ行ったんだから、歩いてね。だから市内の
様子がね、当時、燃え出したばっかりだったかな。うん。横川の駅の陸橋が盛んに燃えとった。うん。そんな人間がどうだったかというのは、一人だけは覚えてるけども、あとはわからんね。ただね、白島のところでね、下の川のへりの道路に、ご婦人がね、わしが通り寄るのを見たら、助けてくれ、助けてくれと言って手を挙げるのは見たの。それで助けてやる方法がないし、助けられんのよ。自分の職場がどうなっとるか思うて急いでるんだからね。それを助けとる暇はない。そして、ようやく、二吉神社の手前の時江橋鉄橋、そこまで行ったら、下りの貨物列車の機関車がね、ちょうど真ん中までまだいかん、時江橋の鉄橋の真ん中までこんぐらいのところで止まってた。そしてそれをずっと時江橋鉄橋を渡って機関車のところへ行ったらね、機関車が見えんし、こう上へ誰かが倒れとるように思うから、これは機関車が倒れとるんだ思って機関車に登ったんね。そしたら蒲田くところへね。で登ったら機関車いないんだ、2人とも。それから誰か兵隊が倒れとる。それでこう起こしてやったら、兵隊がふっと起きてきてね。で急に泣き出した。どうしたかと言ったら、いや昨日も下関で自宅がやられたんじゃに、今日またこういう目にあった中隊が兵隊が泣きよったですよ。それじゃかその前の日が下関がやられたんかどうかいうのは今もって調べとらんけども、それが合ってるかどうか本人はそう言うた。ただ枕木が燃えててね、私川の短靴を履いてったんだけども、短靴の先が焦げて後から切れたがね、後によ切れたけど、その時に枕木がそのぐらい燃えてたいう。その時矢橋のとこに鉄橋を渡ったらもう職場近いからね、広島駅の構内みたいなもんだから近いからすぐ職場に行ったんだけどね。職場のみんなはね、ちょうどみんな怪我をして、当時ね、東連兵と言いましたよね。ご存じないかしらんが、練兵場みたいに駅の裏側は広い、場所ですが、そこのところの、どうでしょうか、そういう時軍隊への衛生兵さんがやってたんか知らんけど、その怪我をした人をね、見る場所がありましたよ。それは軍隊がやりよったよね。それでそこへみんなもう行って並んでましたよ。だからちょうど元気な人はいいけども、元気でない人は怪我したりねした人はそこへ並んでました、私が行った時はね。それからその前に自分の職場の跡へ行ったら、職場の跡はもう燃えた後でね、それで米を3錠私がここへおぶっとったん。みんなねお腹すかしとるだろう思って、それで自分の鉄かぶとを探してそこで焼けとるのを、それで他に2つほど3つほど鉄かぶとをかぶってね、それでご飯炊いてやろう思ってそれで練兵場へ友達を探しに行ったんですよ。じゃが1人ほど亡くなったけど、1人は体中に蓄音機の針みたいなのが立って、それを区長さんが抱いて衛生兵の前へ並んでおりましたけどね。それから私が行って喜びましたよね。元気な者がおってよかったよかった言うて。それで練兵場の一部に陣取ってね、そして、みんなが集まって夕方どうするかいうことを決めなならんよね。それで夕方までいたんですよ。それからは府中へ引き上げてきましたけどね。当時は東練兵場、広い練兵場が
皆さつまいもを作るために畑になってたんですよ。ずーっと広く。ね。食料なんだから。そしてそういうふうになってましたが、別段今ね、みんなが思い出したということはないけど、二吉神社の前で、亡くなった人を火葬したのは覚えてますけどね。私自体は、今の火葬したわけじゃないんだけどね、みんな亡くなった人を火葬しよった。そしたらその前にね、兵隊さんがまだ元気な人が兵隊が助けてくれって言ってどうしたんか言って、昔は軍隊行く時は奉公袋いう袋を持ってた。でわしは熊野じゃがすまんがこれを届けてくれ熊野へ言ったですよ。それがね、熊野へその袋を届けてくれと言うたってこっちもその人のために、やるわけにいかんのよね。そして、見ながらこう自分の用事をしに行って、それからまたそこを通って帰る時にはもう死んどったですよ。わずかとても10分も経ってないのにね。かわいそうだけどもしょうがないね。そう阿鼻叫喚だから。今もそうだけども、当時を思い出したら自分の個人的なことであっても戦争は戦争じゃね毎日。だからまあそれがなくなったらホッとするというんかな。よかったなと。それがね、私もそう思ったことがあるよ。終戦の時にね、これでもう再び戦争いうのはないな、空襲もないな、思ったもんね。もう二度と戦争しちゃいかん。ね。と思います。我々はそう思います。私自身はもう軍隊そのものがあってほしくないよ。ね、今自衛隊があるけどね、あれらも戦争に行かんで済むようにならなきゃね、よくないことよ。